はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。暖かくなると行きたくなるところといえば、そうです。コストコです。普段見かけないような大きなお肉も売っていたりするけど、何に使っていいかわからない人も多いですよね。今日はコストコの塊肉を使って、ブラジルの伝統料理、シュラスコを作ります。それでは早速やっていきましょう。今日はコストコでイチボを買ってきました。動画投稿し始めた頃にも一度コストコのイチボは紹介しています。今日は無償にシュラスコが食べたくなったので用意しました。シュラスコとはブラジル発祥の肉料理です。似たような料理だとアルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ、チリなどのアサードと呼ばれる肉料理もあります。シュラスコは大きな金属製の串や木製の串に肉を刺して炭火の上で焼きます。この肉を焼く調理方法はブラジルが植民地時代だった17世紀頃に生まれました。その頃、牛の放牧がブラジルで始まります。その放牧された牛を追って生活をしていたガウチョと呼ばれるカウボーイのような牛飼いの人たちがシュラスコを生み出したと言われています。ガウチョは長期間の移動をするため食料を保存する方法がありませんでした。なので移動中に牛を屠殺し、地面に大きな穴を掘り、火を起こしてその穴の周りに肉を刺した串を刺し調理をしました。基本的に味付けは塩のみでシンプルな味付けだったようです。現在はシュラスコと一言に言っても様々な部位や種類があります。そんな種類豊富なシュラスコの中で一番定番で人気な部位がこのイチボを使ったピカーニャです。今日は以前使ったくるくるバーベキューを使ってお肉を焼いています。まずはシュラスコにかけるモーリョビナグレッチという野菜や酢を使ったサラダのようなさっぱりとしたソースを作ります。玉ねぎをみじん切りにします。ピーマンもみじん切りにします。トマトもみじん切りにします。オリーブとイタリアンパセリも細かく刻みボウルにまとめます。オリーブオイル、酢、ブラックペッパー、塩を加えて混ぜ合わせて完成です。これだけをサラダとして食べたくなりますね。次に肉を袋から出して余分な血などを拭き取ります。脂身側に格子状に包丁で切れ目を入れます。4、5センチくらいの厚さでカットします。肉の表面にオリーブオイルを塗ります。塩コショウで両面味をつけます。次に肉がくの字になるように曲げて串に刺します。30分くらい置いて味をなじませて外に移動します。炭を用意して肉をセットして準備は完了です。それではお肉を焼いていきます。徐々に肉も焼けていきます。焼き加減を調整しながら各面を焼いていきます。肉の表面が色づき、先ほどまでの生肉から美味しそうな色合いに変化しています。滴り落ちる油に見とれていると、炭に油が落ち、ジューッという音とともに煙となり、肉をいぶすいい香りが鼻に立ち込めます。朝から何も食べていないので、お腹が鳴るのを我慢し、お肉が焼けるのを待ちます。焼けるのを待つ間に何度よだれを飲み込んだかわかりません。そろそろ焼き上がっていそうなので、肉を外して中に移動します。肉を好きな厚さで切り分けます。いい焼き加減です。この焼き加減も人それぞれ好みがあって、現地とかだとかなりしっかりと焼くのを好む人も多いようです。ソースをかけて早速食べてみましょう。いただきます。今日は宇宙ブリューイングのアトムマンゴーを飲んでみましょう。ミクロはマクロ、マクロはミクロ、パラレルトロトロ酸っぱうまい楽園スムージーだそうです。いつも説明文がぶっ飛んでいます。缶を開けてグラスに注ぐとヘパリーゼかと思うくらいのオレンジです。ちょっと冷やしが甘かったのか、缶の中で発酵が進んだのか、どんどん溢れ出てきます。フルーツビールを想像していたので全くの別物ですね。さらっとした液体ではなく、まさにスムージーです。味はパイナップル、マンゴーにココナッツクリームの甘みもあり、かなりトロピカルな味わいです。概念というかをぶち壊された感じがします。これは見た目もですが驚きです。結構甘いデザート的な味わいなので、甘いのが苦手な人は好まないかもしれません。それではシュラスコいただきます。柔らかくジューシーでさっぱりとしているのでいくらでも食べられそうです。いぶされた香ばしさが口いっぱいに広がります。シンプルな味付けですが肉の旨味を最大限に引き出しています。この酸味のある野菜たっぷりのソースとも相性がいいです。ここだけの本音を言います。油っぽい肉が大量に食べられなくなってきましたね。美味しいんですけど大量に食べるならこういったイチボとかは食べやすいです。これが日本の英語のサーロインとかだとちょっと辛いですね。肉自体は赤身メインでさっぱりとしているけど、端の部分に残った脂身を一緒に食べると脂身のありがたみに気づきます。この量の加減がちょうどいいです。これからの時期コストコでイチボを買ってぜひ皆さんも素敵なシュラスコライフを楽しんでください。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。
はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。シュラスコいかがでしたか？シュラスコも色々な部位があるので奥が深いですね。またチャレンジします。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際は色々探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。